日のテーマは、ビル・ゲイツも認めた成長マインドセットです。メンタリスト DAIGO さんがすでに解説しているものですが、私が YouTube 活動で非常にモチベーション向上につながりました。手っ取り早く成長するメインドセットを身につく良い方法を解説していきます。すみません、今回のテーマは視聴者にどんなメリットがあるんですか？よく聞いてくれましたね。成長マインドががっつり身についている人はへこたれないんです。諦めないので最終的には成功をつかみやすいんです。 YouTube 活動は成功するのに長い時間がかかりますし、収益化の保証もされてませんからね。転職を考えて会社を辞めるのにも相当勇気が必要でした。確かにモチベーションは必須ですね。年をとっても脳が変わるんだってことを知ってもらった方が、実は手っ取り早く人間は成長できるんです。何歳になっても新しい経験をすると人間の脳は変わります。実は妬みっていうのは人間を成長させてくれるんです。だから私たち人間はもっと人を妬まないといけない。すごい人というのは妬んだ相手と同じ位置まで上がろうとします。このチャンネルの説明、働き方が在宅ワークの普及や終身雇用の崩壊で副業が当たり前の世の中、その中に YouTuber は大人のなりたい職業トップ4に入ります。 YouTube 収益化はどれほど難しいのか、探求心が強い小春このきさんは実験することにしました。収益化までの条件はあと一つなので時間の問題と言っています。モチベーションが継続するように私も手伝おうとコンテンツに加わりました。どんな人でも YouTube 収益化は望めば叶うんだと私たちは伝えたいんです。成長マインドセットとはどういう意味なのでしょう？一つ目はこちらでございます。脳の可塑性を学ぶということですね。どういう意味ですか？簡単に言うと脳は変わる。人間は変化していくということを学びます。実はね、私たちの脳は構造が簡単に変わるんですよ。っていうことは、脳が変わったら当然生き方も変わるだろうし、能力も変わるってことですね。だから実は、相手にあなたが変わりますよっていうよりも、脳が変わるんだよって教え込んだ方が、実は手っ取り早く人間は成長できるようになるんです。これについて調べてくれたのは、テキサス大学の研究です。10代の学生150人を対象に、2つのグループに分けて、半分の学生に脳の可塑性について学んでもらったんですよ。人間の脳が変わると教わったグループと、教わらなかったグループを長期的に観察しました。どういう実験をしたんですか？最新の脳科学を学んでもらいました。何歳になっても人間の脳は変わります。そうなんですか？生まれた時が脳の細胞が一番多くて、どんどん減っていくって習いました。信じられません。本当ですか？今は、あれはひっくり返ってまして。ロンドンタクシーの運転手を調べた研究。市内のマップを全部頭の中に入れて、Google マップなしにどこでも行けるんです。ロンドンのタクシー運転手は厳しい試験があるんですよ。運転手になる前の時と比較すると、期間が長いほど空間を把握する箇所が肥大化していたんです。要するに、70歳になっても脳は成長するし大きくなるよっていう話なんですね。人間の適応能力はすごいです。脳の可塑性について学生に教えたことがもう一つ。それは何ですか？上級生が書いた若い頃に味わったストレスや逆境に関する文章を読んでもらったんです。要するに嫌なことがあったんだけど、昔いろんなことを乗り越えて自分はすごくいい状態にいる。これが2つ目ですね。学生たちに最後に言った実験が一番面白かったんですよ。脳の可塑性と逆境の体験、2つを学んだ状態で下級生へのアドバイスを書いてもらいました。なるほど。最後に学生たちは下級生へのアドバイスを文章にまとめることをされたんですね。後悔しないためにみんなには僕と同じ間違いをしてほしくないみたいなことを、高校生とか中学生とか小学生に、それくらいの下の人たちに対して分かりやすくアドバイスを書くということをしたんですね。はい。2つのグループで7ヶ月後の変化を観察したんです。脳の変化を学び、逆境から今の状態、
後輩にアドバイスを書くということをさせました。その結果、ストレスに対する能力が UP して、ストレスホルモンが 18% も低下した。テストの成績も上がりました。これは、成果を出そうとしたり、成功しようとすると、必ず壁にぶち当たります。この壁を乗り越えるためには、ストレス耐性が高い必要があります。その耐性はどうやって高めるのか？自分は成長できるんだ。今は苦しいけど乗り越えさえすれば。いわゆるマインドセットが身についてる、ということなんですね。まとめると、知識だけでなく、知識と感情の2つの面から、人間は変われるんだ、っていう事実を教育するんです。脳は成長するということを知識で学び、逆境を乗り越えた人たちの話を読んで、感情でも人間は変われることを学ぶんです。文章に他人のアドバイスを与えるつもりで書くといいんです。自分の言葉で客観的にまとめることによって、最終的にはそれが自分の人生を支えてくれるんですね。自分の教科書を作るみたいですね。以上、これらが脳の可塑性を学ぶでございます。小春さんがこれ気に入ってました。他人を正しく妬む。実は、妬みは私たちを成長させてくれるんですよ。だから、私たちはもっと人を妬まないといけないのです。でも、妬むって言ったら悪いイメージですよ。世の中見てくださいよ。ちょっとした失言で叩かれるとか、お金持ちは絶対ズルしてるんだ、みたいな。お金持ちからは税金をたくさん分取るんだとか。そんなのいっぱいありますよね。実は、そのタイプの妬み派ね。妬みを発している人とか妬みを持っている人の人生をボロボロにしてしまうんですよ。ほうほう。つまりそれは間違った妬みなんですね。なので、人を正しく妬む必要があるんです。じゃあ、どうやったら人を正しく妬むことができるのですか？心理学では研究がたくさんあるとメンタリスト DAIGO さんおっしゃっていて、妬み、それは嫉妬の感情ですが、使い方によって私たちを成長させてくれることが分かっています。アニメ漫画で主人公が最初悔しい思いをして成り上がっていくストーリーは鉄板ですからね。妬みにはタイプがあるんですね。世の中でよく出回っているような悪い妬み。これは悪性の妬みって呼ばれる妬みでございます。どんな妬みなんですか？嫉妬してるね自分は羨ましい。あんなやつ死んじゃえばいいのにとか、あの人に悪いことがあればいいのに、みたいな風に嫉妬の感情を向けている。対象に悪いことが起きろって思うような、そういう気持ちです。有名人とかお金持ちは失脚したり争ったり、面白いから炎上するんですよね。こんな寄ってたかって相手を落とす行為は悪性の妬みそうですね。じゃあ、良性の妬みって何でしょうか？妬みの感情は痛いとか苦痛を伴うものです。ここまでは共通なのですが、悔しい羨ましい、僕もこんな風になりたい、あるいは性格的には嫌いだけどあれくらい稼ぎたい、有名になりたい、尊敬みたいな感情に近い感じ。良性の妬みに対しては必ず苦痛が伴いますね。悪性は麻薬に近い感情です。良性の妬みはもっと努力して追いつかないと、勉強しないと、自分と向き合わないといけないんです。だから苦しみを伴い自分の現実と向き合い、それでもなおその苦しみを超えて高みに取ろうとするっていうのが正しい妬みなんですよね。要するにダメな人って妬んだ相手を叩き潰そうとするんですよ。すごい人っていうのは妬んだ相手と同じ位置まで上がっていこうとするんです。ここがポイントなんですよ。お金持ちを叩く人は努力をしない傾向にあるんです。悪性の妬みなので、お金持ちがここまで落ちてくるのを待ってるんです。でも成功している人がつまずいたところでダメな人と同じレベルにまで落ちないんですよ。何回かつまずいたところで成功してる人たちって実はつまずきにめっちゃ強いです。何回もつまずいて、人生つまずいてつまずいてつまずいて、そして高みに至ってる人たちがほとんどなんで、もうつまずくのには慣れてるんですよ。
自分が妬んでる対象がこれをして自分の足元で落ちくればいいのにと思って待っている人たちっていうのはこれ永遠にそれを訪れないわけなんですよね。だったらあの人を見てあそこまで俺もなんとか登ってやろうと思って叩いてる暇があるんだったら自分で努力したりとか困難と向き合った方がいいわけなんですよ。2010年の論文で具体的なメリットも報告されています。同級生が表彰された時僕もああならないと良性の妬みを持った学生は創造性も知性も上がっていきました。良性の妬みを抱いた学生ほど今後も頑張って勉強したい現実の自分と向き合って進展する生徒が多かったんです。頑張らないとっていうちょっと痛みを伴うですけど良性の妬みはどうやら成長するモチベーションを高めてくれるんですね。はい、残念お知らせもありまして憧れとは区別してください。俺もあんな風にお金稼げるようになりたいな。でもまあやる気しないけどとりあえずまあねみたいな風な人いますね。この研究だと憧れた悪性の妬みをですねもっとグループの差はほとんどなかったというところなんですね。皆さん視聴お疲れ様です。私が一番面白かったのは他人を正しく妬むことです。妬むことは悪い風潮があり他人を妬む醜い自分って思っていました。でもこれからは私もあの人みたいになりたいもっと頑張らないととか相手を尊重して自分を同じ目線まで駆け上がっていく成長マインドは成功に必要な情熱の一部でもあることが分かりました。皆さんも自分の成長のために他人をどんどん妬んでいきましょう。自分と相手を比べるのはコンプレックスに感じたり苦痛が伴います。脳の可塑性で自分は人生を変えられるんだと教えられると知識で理解し偉人や先輩の逆境から今の教訓を感情で理解知識と感情を理解し後輩へ伝えるその結果過去の自分が今の自分を応援していることになっています。今の私たちは未来の自分に何を今日残せるか自分と向き合い努力の積み重ねが成功者の条件ということが分かりましたね。最後に高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。スイッチを押させるな。いや限界だ。押すね。今だ。やったぞ。発動したぞ。